にちは、なるです。今回は歴史と自然が織りなす魅惑の街、鎌倉にやってきました。鎌倉市は神奈川県の南部に位置しています。鎌倉は南側に青い海が広がり、残りの三方を緑豊かな山々に囲まれた自然豊かな場所です。山の自然に溶け込むように多くの神社や寺院が点在しています。海沿いには湘南海岸に浮かぶ小島、江ノ島があり、鎌倉高校駅前にはアニメスラムダンクの聖地となっている踏切が存在します。また七里ヶ浜、稲村ヶ崎、由比ヶ浜も有名なスポットとして知られています。これらの鎌倉の名所を結ぶように江ノ電が走っており、観光客や地元の人々の足となっています。鎌倉はアクセスが非常にいいです。東京からは電車で約1時間、横浜からは約30分で到着できます。飛行機で訪れる場合、羽田空港からのアクセスが便利です。鎌倉観光の主要な起点は大船駅と鎌倉駅です。大船駅は江ノ電の支店である鎌倉駅及び藤沢駅と接続しています。さらに湘南を代表する観光地江ノ島へ向かう湘南モノレールも大船駅から発着しており、観光客の移動をサポートしています。鎌倉駅は先ほど紹介した江ノ電の発着駅です。鎌倉駅東口のバスロータリーには江ノ電バスと京急バスの乗り場があります。それぞれの行き先に合わせて最適なバスを選んで乗車できます。北鎌倉駅は鎌倉駅周辺の賑やかな雰囲気とは対照的に静かで穏やかな空気が流れる駅です。この駅は江ノ電の駅ではなく JR 横須賀線の駅となっています。北鎌倉駅は円覚寺、建長寺、上智寺といった鎌倉五山の寺院への観光に特に便利な位置にあります。今回の旅のコースについてです。今回私は海沿いにある鎌倉プリンスホテルを拠点に海側の観光スポットから山側に向かって旅をしました。まず海側で立ち寄ったスポットはスラムダンクの踏切七里ヶ浜鎌倉海浜公園です。スラムダンクの踏切は江ノ電の鎌倉高校駅から徒歩2分。七里ヶ浜へは江ノ電の七里ヶ浜駅から徒歩2分。鎌倉海浜公園へは江ノ電稲村ヶ崎駅から徒歩5分。今回の旅では朝食と夕食は稲村ヶ崎駅周辺で食べました。朝食はよりどころ稲村ヶ崎駅から徒歩3分です。夕食に訪れたタベルナ・ロンディーノは徒歩2分です。次に山側で訪れた観光スポットは鎌倉大仏、小町通り、鶴岡八幡宮、建長寺、報国寺です。鎌倉大仏は江ノ電の長谷駅から徒歩10分です。今回私は訪れていませんが、長谷寺も長谷駅から徒歩5分の場所にあります。小町通りは鎌倉駅東口から鶴岡八幡宮までをつなぐ通りです。鎌倉駅から鶴岡八幡宮までは徒歩15分ほどです。小町通りと並行して鶴岡八幡宮から由比ヶ浜まで一直線に伸びる参道が若宮大路です。報国寺までは鎌倉駅や八幡宮前からバスが出ています。建長寺は北鎌倉駅からバスで5分、徒歩15分。
鎌倉駅からバスで10分、徒歩30分です。初めて鎌倉にやってきました。これでスラムダンクの聖地鎌倉高校前の踏切に向かいます。楽しみ。どんな感じなのか。これが有名な。ねえ、すごい海がさ、後ろですごいかっこいいよね。確かに。アニメになるね、これは。桜田花道。電車を待ってたんだよ。そうなんだ。名前しか知らないんですすごいね。それで電車が来れば完璧。うん。なかなか来ない。来たよ、緑だ。わー、すごい。すごい江ノ島っぽい。江ノ島っぽかった、今。電車が通ると本当にアニメみたいだったね。確かに。これでさ、電車乗るんだよね。うん。ね、楽しみ。は右側です。Next station is 花村が先に到着。なんか鎌倉犬飼ってる人多いよね。確かに。ね、西部の街だね。ね、みんな朝から散歩してます。気持ちよさそうだよ。うん、これで朝ごはんを食べに行きます。江ノ電の線路沿いという抜群のロケーションで鎌倉の日常を味わえるカフェよりどころ。干物定食とふわふわの卵かけご飯が有名です。ご飯の上に乗せる。すごい。全部いっちゃう。うわ、沈んじゃった。すごい美味しそう。いっぱい入れちゃった。しかもこれ醤油だったのかな。いただきます。すごい。うわ。ふわふわだ。ありがとう。すごいふわふわで美味しい。なんだろう。綿あめの甘くない感じ。こんな感じ。綿あめの甘くない感じ。美味しい。江ノ電通る感じがさ、すごいかっこいいよね。おしゃれだね。みんながラップを食べれてる。美味しかったね、ご飯。お腹いっぱいになった。確かに意外とお腹いっぱいだ。ボリュームあったよね。
よし、これで稲村ヶ崎の海に行こう。いい天気だから、うん。富士山見えるね、きっと。確かに。ね。見えるかな。富士山が見える。確かにちょっとうっすらは見える。ねえ、空見える。でその隣に山も見えるね。うん。あれ江ノ島？見えるね。あ、江ノ島あれだね。まだ優雅だ。いいね、こういうとこ走りたいね。うん。気持ちいいな。これめっちゃシャドーボクシングしてるよ。いいね。なんか映画みたいじゃん。マジ。映画みたい。海に打たれながら。かっこいい家になるね。来ました。京都クイーンに到着しました。だいぶ積みます。でかいね。うん、思ったより大きくてさ、すごいびっくり。うん。すごいね、かっこいいな。さ、頭にさある螺髪の数、うん。奈良の大仏より多いんだって。あ、そうなんだ。そうそうそう。確かにめっちゃあるな。ねえ、目は閉じてんのかな、あれ。ちょっと開いてんのかな、下見てんのかな。わー、すごいな。思ったより本当に大きい。うん。いやー、なんか心洗われるな。なんか悪いことしたの？してないけど。いやー、なんかいいね。いいな。大仏様の後ろに謎の扉があります。暑いんだよ。風通しよくしない。なんかさ、体内巡りできるんだよね。あ、そのせいだよね。でも上行けるのかな。上の風通しをよくしてこない。面白い。後ろ見るとすごい機械っぽいね。おい。から小町通り。到着した。なんかいろいろ食べ歩きとかしたいね。お腹いっぱいだけど。あ、後でかな。ちょっとしたらね。なんかお土産とかいっぱい売ってそういうのも見たいな。小町通りにある元祖しらす丼のお店和西やくら。漁港から毎朝直送される釜揚げしらすや
生しらすを中心に新鮮な鎌倉の食材にこだわった一品を提供してくれます。生しらすパン初めて食べる。俺もないわ、食べる。生きてはないか。生きてはない。ちょっと待って、生きてない。すごい。なんかプルプルしてる。プリプリ。美味しい。美味しい。なんかプルプルしてる感じで。喉越しいい。美味しい。醤油とのバランス。美味しい。なんかスルスル食べれる感じ。さっぱりしてていいね。今日ちょっと暑いからさ、さっぱりしてて美味しい。美味しいわ。鎌倉の歴史とともに歩んできた鶴岡八幡宮、源頼朝ゆかりの神社でもあり、鎌倉武士の守護神として崇拝されてきました。三の鳥居をくぐるとすぐ左右に広がっているのが源平池です。社殿に向かって左側が平家池、右側が源氏池で、平家側にある4つの島は死を、源氏側の3つの島は産を意味すると言われています。参道を進むと大石段の手前に舞殿があります。本宮は大石段の上にある上宮と大石段向かって右手にある若宮の上下両宮という形で存在します。その他には御本殿の西側には商売繁盛のご利益があると言われる丸山稲荷社、大石段を下り舞殿から東へ進むと白旗神社があります。源頼朝公、実元公をお祭りしており、必勝や学業成就の信仰の厚い神社です。また源氏池には旗揚げ弁財天社があります。県庁寺遠いね。なんかずっと上りだから大変。15分だったけど15分以上かかってそう。県庁寺に隣接した風情ある食事処天津庵。ここで味わえる名物けんちん汁は実は県庁寺が発祥と言われた精進料理です。県庁寺から直接伝授された伝統の味を発祥の地で楽しむことができます。汁だけ
これのセット。はい。あ、これセットになるだけ。いや、野江さん多分ケンチンチリだけでいいと思う。普通にいいじゃん。めっちゃ美味しい。これ美味しい。じゃあそれで。はい。甘さが体の中に染み渡る。美味しい。中のさ、カステラなのかな。そうなんだ。アイスじゃない。カステラとかプリンとかが入っててね、すっごい美味しいの。めっちゃ美味しい。暑い中歩いてきてよかった。美味しい。うまい。それではいよいよ建長寺の観光です。総門をくぐると山門まで参道が続きます。山門を過ぎると仏殿と法堂が並びます。仏殿とは本尊を安置し礼拝する建物。法堂とは僧侶が仏教の教えを説いて指導するための建物のことです。禅寺の法堂には龍が描かれていることが多いため、他の寺院でも注目です。その奥には大栗と東月楼が並びます。大栗とは僧侶の居住する場所、また寺内の食事を整える、つまり台所も兼ねる場合がある場所です。方丈の裏に庭園があります。方丈とは住職や長老の居室、唐門は方丈の正門です。そして建長寺の裏山を登ると寺の守り神として祀られる半蔵坊があります。一番楽しみにしてた。そうなの。なんで？でさ、鎌倉五山の中で一番格式が高いお寺なんだって建長寺。あ、らしいね。そうそうそう。だからすごいね、楽しみにしてます。格式高いんだ。そう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 。あれじゃあ入っていいの？じゃなくて。何が？あ、そういう意味？ひどいんだけど。え？私こそ入るべき場所なんだけ鎌倉五山の頂点に立つ建長寺。1253年の創建以来、日本の禅宗を代表する寺院として日本の禅文化の中心的な存在となってきました。日本最古の本格的な禅宗用建築である山門や法堂、美しい庭園が歴史とともに今も威厳ある姿を見せています。建長寺すごい落ち着く。確かに。静かでいいね。あんなに鎌倉駅前人いたのにさ、確かに。ここそんないないじゃん。落ち着くよね、こういう池見てると。池さ、松がリフレクションしてる。あ、本当だ。ねえ、すごい綺麗。もう国寺にギリギリ滑り込めるかどうかのギリギリは今下げてます。まさか4時だとか思ってなかった。ちょっと建長寺のんびりしすぎた。見ようかな。
めっちゃ綺麗じゃない？竹も太いし、すっごい綺麗。なんか京都みたいだね。すごい綺麗。すごい太いよ、この竹。あ、すごい高いしさ。何年かかったんだろう。